姉とやっぱりなんか誠実なのが一番だねっていう話になったんですけど、全部丸投げしてくれたのでめちゃくちゃワクワクしました。朝焼き上げたタルトなんでサクサク感とかちゃんと残ってておすすめです。いちごのケーキです。タルトが好きです。お味が本当に美味しい。お客さんもスタッフも変に裏切るというようなことはしないで、ちゃんと自分のできることをまっとうにやっていくくらいしかうちらはできないよねみたいな、そこら辺の気持ちが伝わればいいなと思います。あれ、アイナちゃん今日予約だっけ？かなんちゃんタルトから始めてもらっちゃっていい？はい、今日販売もないんですけど、明日の販売の準備とかをしてもらったりとか。明日分と明後日分。はい。じゃあ今日2台和栗焼いちゃう感じで。はい。大丈夫です。はい。これからスポンジを作ります。ちょっと予約のホールケーキのお客様いますけど、基本はずっと仕込んでるので、一番仕事が進む日ではあるんですけど。なるほど。これイチジクです。ドライイチジクをつけたやつ。30分のタイマーになりました。そうですね、なんかお
菓子作るのはなんか好きだったかもしれないですね、小学生くらいから。めっちゃ失敗してましたけどね。まずいものをいっぱい親には食べさせたような気がなんかもう本当に実験の域みたいなやつをいろいろ焼いたりとかが多かったかな。クッキーとかですよ、そういう系の。なんか有塩バターと無塩バターの違いも分かってなかったから、なんかすごいしょっぱいクッキーできちゃったりとか。でも小4とか小5ぐらいです。結構焼くんじゃないですかね、女子は、それが楽しかったのかな。なんかでも物を何か作るのがなんかほら図工が得意な小学生とかそういう感じ、なんか物を作るのが多分好きだったんですよね。そうなんか言ってたような気はしますね。雰囲気に関しては本当に姉が作り上げたものとしか言いようがないんで、あれなんですけど。いいのかなと思ったり、どうなんだろう。妹が、ケーキ焼き菓子を作る担当で、私が主にインスタグラムとか SNS 発信をしています。これは最初の頃に考えたパッケージですけども、焼き菓子のラッピングを考えたりですとか、ディスプレイを考えたり、なんだろう、私も子供を産んで4、5年は働いていなかったので、妹に声かけられた時に好きそうな内容の仕事だったので喜んでっていう感じでしたね。前職は全く違う仕事をしてたんですけれども、趣味でやっぱりカフェを巡ったりとか、ケーキ屋さんも好きでしたし、あとはインテリアが好きだったので、楽しそうだなっていうふうに思ったって感じです。はい。いや、めちゃくちゃワクワクしました。なんかもうお店のインテリアもそうだし、こういうラッピングデザインとかも全部丸投げしてくれたので、めちゃくちゃワクワクしました、それは。はい。焼き菓子に関してはもう焼き菓子自体が可愛いので極力シンプルにして、リボンなんかはこのハベル全体の雰囲気を壊さないようなちょっとナチュラルな色を選んだりとかしてます。コンセプトが、誰かのお家に遊びに来たみたいな雰囲気の落ち着いた、温かみのある雰囲気を目指してるので、選ぶカーテンとかも 100% リネンのものを選んだりとか、こういうアンティークの木のテーブルなんかも少し温かみのあるデザインを選んでおります。兄もいます。お店を最初立ち上げる時に結構いろんなアドバイスはもらって、名前も最初は本当になんか割とよくあるような感じ、パティスリーなんとかとかよくある系の名前にしようかなと思ってたんですけど、なんか一個フックがあった方が人のなんか目とか耳に留まるよっていうので、あんまり聞いたことがない名前でちょっと気になる名前ないかなって言った時に、その3歳くらいの甥っ子が食べるが言えなくて、ずっとなんか食べる時にこれ食べたいって食べるって言ってたのが可愛いよねっていう話で、そのケーキ屋さんで食べたいって言ってもらえるケーキとかそういうのっていいよねっていう話で始まったんで、割と兄の助言が生きてこの店名になったっていうのはありますよね。ちょっと私一人じゃ絶対思いつかないこの兄弟3人結集した感じの名前ですね。そう、姉とは割とずっと仲はいいんですけど、兄は5歳離れてるんでそんなに関わってはこなかったんですけど、そんなに兄は私に興味ないのかなと思ってたんですけど、意外と応援してくれてるみたいで嬉しいなと思って。
環境もですけどやっぱ人柄も全員いいですね働きやすいです本当に。これはホールケーキに載せるメッセージのクッキーです。開店するまでパティシエがまだ2人しかいなくて、プレートを描く手間回んなくて、ひたすらど素人の私が描いてたら、もともと字を書くのが好きなので徐々に上達して真似して頑張ってます。してくれてるなんか抜けなくてさっき。聞いてみた。そんななんかしっかりこうまっさらに包まなくていいなら別にできるけど、つなぎ合わせてみたいな。オペラって言ってもあるけど、オペラとかじゃなさそうだよね。なんか旦那さんが違いそう。そう。ハベルがオープンしたのが6年半前ぐらいなんです。始めて2週間ぐらいでこれは2人じゃ無理だって言ってすぐ募集したら、うちのお兄ちゃんのハベルのことを書いたツイートがバズって、そのバズったツイートを見ててくれたらしくてその頃からずっと支えてくれてます。本当に妹が一目惚れしたイラストレーターさんに DM 今度お店オープンさせるので書いてくださいって言って、煙がハベルになってるの気づきました。で一応その男の子2人がうちの長男と次男みたいな。でその後生まれた姪っ子ちゃんをこのカードを作る時に書いてもらいましたその隣にあるのがハベルの由来をうちの父に英文にしてもらって、今、7歳の次男にこうやって英語にして書いてもらった可愛いですよね。タルト系も入れていい。ああ、そうだと思う。ほら。そうですね。バレンタインのことは、なんか聞かれると思うんですけど、分かんなかったら私がのんちゃんに聞いてください。は
今日どうぞ。あ、わかりました。あれ自体がちっちゃいんだったらちょっと足してあげて。はい。フィルム貼ってあと飾りします。シュトロイゼルっていうホロホロのクッキーにチョコレートをコーティングしたものです。しけらないように。OK です。ありがとうございます。OK です。
大丈夫ですか？はい、きみこお誕生日おめでとうでよろしいですか？はい。あ、はい、もちろんです。この日は仕込み休業日でした。でもこれ使えないやつだってやってる。ちょっと待って、ごめん。OK です。今日からいちごのブールネージュが始まります。はい、ありがとうございます。またお待ちしております。で、次がショートケーキの方ですよね。で、焼き菓子のセットが2点ですね。箱が送らないフラットのタイプ。はい、じゃあお入れしてお渡ししますね。力になってくれる方はすごくたくさんいましたね。身内はもう全員協力的ですし、入ってくれたスタッフたちもすごく一生懸命働いてくれるし、すごくありがたいですね。
ってるだけで楽しいは楽しいんですけど、あとはやっぱりそれで喜んでくれるお客さんがいるっていうのはすごい幸せだなとは思いますね。特にモンブランとタルトが好きです。いちごのケーキです。毎週土曜日来てます。今いちご大福がとっても美味しくて、お味です。お味が本当に美味しい。私はロワイヤルが好きです。紅茶ミルクティーのケーキが好きです。なんかもともとお茶系のケーキが好きなんですけど、タルト系の和栗のモンブランタルトとかいちごタルトとかが当日の朝にタルト焼いて作ってるので、結構他の店だと冷凍しちゃうところとか多いと思うんですけど、朝焼き上げたタルトなんで、そのサクサク感とかちゃんと残ってて、そういうのがおすすめです。私は2層のチーズケーキが好きで、2層になってるのって私はあんまりケーキ屋さんで食べてこなかったので、食べると2層のチーズケーキはレアもベークも両方味わえるのでとても好きです。移転したばっかりなので、まずはこのお店がうまくいくように頑張るのと、これは本当に叶うかどうかわかんないんですけど、いつかなんかカフェはずっとやりたいねっていう話をしてたので、どういう形になるかはわからないけど、ハベルのカフェ展開みたいなのがいつかできたらいいねっていう話はたまに姉とはしてます。ね、また待ってるね。